貧しい母子家庭で育ったということは、中卒で働きに出て、レジ打ちでもして家計を助けているのか？医師と知り合いになろうと病院の近くのスーパーで働いてたんじゃないの？自分の身分もわきまえず意地汚い。高学歴の医師一族のもとへ嫁ぐ娘と結婚の挨拶に出向いた私たちは、義両親に口汚く罵られた。私だけでなく、娘も侮辱するなんて許せない。彼らの罵詈雑言に耐えきれなくなった私は、ついに口を開いた。娘はハーバード大卒の国際弁護士ですが、私の衝撃の一言から義両親はどんどん青ざめていき、私の名前は佐藤恵子。75歳になる母と2人で暮らしている。夫は私の娘愛が中学生の時に亡くなった。女手一つでの育児は不安だったけれど、母と私と愛で女ばかりの3人暮らしもなかなかに楽しかったと思う。少し前に愛が結婚して家を出て母と2人になってからは、最後の親孝行ができるのを嬉しく思っている。そんな私の仕事は経営者だ。私が起業をしたのではない。夫が亡くなった後、彼が立ち上げた会社の後を継いだのだ。受け継いだ当初は戸惑うことばかりだったけれど、周りの人たちに支えられてここまでやってこれた。社員は皆夫に似て人柄のいい人ばかりだった。現在は愛も父親の意思を継いでその会社で働いてくれている。会社の規模は小さいけれど、ありがたいことに経営は順調で結構忙しい。特に愛はよく働いていて、親としては心配になるぐらいだ。でも愛はもう独り立ちしたのだし、優しい夫がいるのだから、あまり私が介入しすぎるのも良くないと思っている。そんな愛の夫の淳平さんは医師で、有名医大をストレートで卒業後、その付属の大学病院に勤めている。会ったことが何度かあるけれど、穏やかで感じのいい人だった。二人の出会いは、愛が仕事で病院を訪ねた時だったらしい。仕事で関わるうちに、当時は研修医だった淳平さんと交際に発展したそうだ。そして彼の研修期間を終えたのを機に入籍した。淳平さんの父、兄も同じ経歴の持ち主で、彼らは現在開業医として働いているらしい。らしいというのも、淳平さんの家族とはまだ会えていないのだ。入籍前、愛にそのことについて言いたことがある。ねえ、入籍前に淳平さんのご両親に挨拶に行かなくていいの？礼儀として会っておきたいというか。そうだよね。でも淳平さんが家族には報告しているから問題ないって言ってて。そっか。でもどこかでお家に伺わないとどうするの？実は私もまだ会えてなくて。愛も会ったことないの？淳平さんは私たちの仕事が落ち着いたら両家で集まろうって言ってたけど。わかった。きっと一人前になってから報告したいと思っているのね。そうなんだと思う。じゃあ連絡待ってるわね。この時はこれで話が終わったが、その後待っていても知らせは来ず、実際に愛から連絡が来たのは半年が過ぎた頃だった。もしもしお母さん？愛、どうしたの？淳平さんが仕事が落ち着いたから淳平さんの実家に行こうって。よかったわ。やっとご挨拶できるのね。ずっと気にかかっていたことが実現しそうで、私は嬉しかった。お母さんと私たちの3人で行くから予定を聞いておきたくて。わかったわ。こうして淳平さんの実家を訪ねることになった。当日、私は散々服装に悩んで、結局無難な格好に落ち着いた。どうも気持ちが落ち着かなくて、何度も鏡を確認したり、忘れ物がないか
確認してしまう。母親の私がこんなんじゃダメね。どーんと構えていなくちゃ。そう思ってからは落ち着いて座っていると、愛が呼びに来てくれた。私は夫の写真に行ってくるねと挨拶して家を出た。家の前に車が止まっている。淳平さんが車を出して家まで迎えに来てくれたのだ。おはようございます。おはよう。今日は家まで車でお迎えに来てくれてありがとう。いえいえ、通り道みたいなものですから。淳平さんは第一印象の好青年から印象は変わっていない。きっと患者さんからの信頼も厚いのだろう。そんな淳平さんのご両親はどんな方なのだろうと期待に胸が膨らむ。ようやくあなたのご両親に会えるのね。遅くなってしまったけれど、今日を楽しみにしていたのよ。そうね。私もまだ会えていないから緊張するけど楽しみだわ。あなたもまだ会っていなかったの？だってなかなか会わせてくれないんだもん。ああ、そうだったね。淳平さんはどこか上の空で返事をした。淳平さん、疲れてる？無理しないで別日にしてもいいんだよ。そんなことないよ。気にしないで。確かに淳平さんの表情は暗く、物憂いげだ。仕事で何かあったのだろうか。それとも他に何かあるのだろうか。車内はずっと静かだった。二人は普段からあまり喋らないのだろうか。やがて淳平さんが運転する車は高速を降りて、市街地を抜けて、住宅街の細い道に入った。もうすぐ義実家に到着するのだろう。どんな家だろうか。私があれこれ想像を膨らませていたその時、淳平さんが口を開いた。言いにくいんだけれど、僕の家に帰る前に言っておかなければならないことがあるんだ。どうしたの？淳平さんのただならぬ様子に私は眉をしかめた。僕の両親や兄は家庭環境や職業で人を決めつけるようなタイプの人間なんだ。そうなの？なんだか意外ね。そうかい？だってあなたはそんなことないでしょ？僕は昔からそんな考え方はおかしいと思っていたんだ。それで僕と家族はあまり折り合いが良くない。あなたは人格者なのね。とんでもないです。それもあって両家の顔合わせを避けていました。母子家庭ってことで嫌な思いをさせてしまうんじゃないかと不安で。そうだったのね。きっと失礼な発言がたくさんあると思います。先に謝っておきます。すみません。あなたが謝るのは筋違いよ。いえ、こちらの気が済まないので、それと伝えるのがギリギリになってしまってすいません。あなたの気持ちは十分わかったわ。先に伝えてくれてありがとう。ああ。淳平さんが返事をするのと同時に、車がある家の前で止まった。着いたよ。さあ、行こうか。私たちは覚悟を決めて義実家を訪ねた。ただいま。お邪魔します。淳平さんが鍵を開けて入っても、誰も玄関に来ないあたり、歓迎されていないのがありありと伝わってきた。ようこそ、淳平、応接間に案内して。奥の部屋から義母らしい女性の声が投げやりに返事する。わかった。義実家の冷ややかな対応から、愛と淳平の結婚に納得していないのだろうという事実が痛いくらいに伝わってくる。愛が嫁姑関係で苦労するのはかわいそうだ。私は会ってもいないのに愛と義母の関係を案じて憂いていた。しばらく待たされて淳平さんの両親と兄の3人が応接間にやってきた。
人数分のお茶とお茶菓子は用意してもらえたようだ。少しだけほっとする。今日は時間を取ってくれてありがとう。父さん、母さん、それから兄さん。冷え冷えとした空気が流れるばかりで誰も返事をしない。紹介するよ。僕の妻と彼女のお母さんだ。純平さんの妻の愛です。よろしくお願いします。愛の母の佐藤恵子です。よろしくお願いします。私たちの挨拶にも誰も返事をしなかった。あまりにも非友好的な対応に私は二人が気の毒になった。長い沈黙を破ったのは義父だった。母子家庭というのは本当のようだな。義父は嫌そうな顔をしながら発言した。はい、愛が中学生の時に亡くなりまして。またしばらく沈黙が続いた。その後は私たち親子への耳を覆いたくなるような罵詈雑言の連続だった。愛さんは会社員と聞いているが、貧しい母子家庭で育ったということは、中学を卒業してからレジ打ちでもして家計を助けているのか？そんなことはありません。母は私に不自由な思いをさせませんでした。医師と知り合いになろうと病院の近くのスーパーで働いてたんじゃないの？自分の身分もわきまえず意地汚い。いい加減にしないか、父さん母さん。時代錯誤な考えはもうやめてくれ。純平さんは両親に対して怒ってくれたが、義両親のしかめ面は変わらない。何が時代錯誤だ。お前が世間知らずなだけだろう。相手を見極める目もないのに結婚しやがって。愛さんのことは悪く言うな。それを遮るように痛烈な一言を言い放ったのは義兄だった。いいや、とっとと離婚して帰ってこい。お前に見合った女性を探してやるよ。兄さんもやめてくれ。もう結婚してるんだぞ。やめてくれ？どの口で言っているんだ。目を覚ますのはお前だ。とにかく離婚という言葉は出さないでくれ。いいや、もう縁談を組むことに決めた。前から考えていたんだ。さすがお父さんね。義父と義母の間で純平さんの離婚が決まっている。こんなの見ていられない。ちょっといいですか？私は思わず割っていってしまった。自分勝手な想像で暴言を吐く家族に我慢できなかったのだ。義父たちは心底迷惑そうな顔をしている。私の顔も見たくはないんだろう。当然話なんて付き合いきれないはずだ。それでも私は強引に話し始めた。私の亡き夫は弁護士で弁護士事務所を構えていました。私は夫の意思を引き継ぎ事務所を経営しております。私の話に義父が口を開きかけて止めた。きっと私の話を遮ろうと思ったのだろうが、予想していなかった話に驚いて言葉を飲み込んだ。私は愛を見つめながら話し続けた。愛は父の背中を見て立派に育ってくれました。父と同じ道を志して弁護士になったんです。愛から弁護士になるという夢を聞いたときは驚いたけれど、まさか本当に合格するとは思わなかった。娘のことは信じていたけれど、何十年勉強しても合格できないような人もいる難関試験だ。努力し続ける娘を見守り続けて合格したという結果を聞いたときは本当に嬉しかった。本当に愛さんは立派です。大学の話をしてくれないか？純平さんが愛にその先をお願いした。そうね。私も愛の目を見つめて背中を押すような気持ちでうなずいた。私はグローバルに幅広く仕事をしたいと思ったので、
ハーバード大学を選びました。今は国際弁護士として母が守り続けてくれた父の事務所でお仕事をしています。愛は日本でもアメリカでも弁護士業務ができるんだよ。私たちの話に淳平さんの家族はあっけに取られたような顔をしている。口を挟む余裕もないようだ。ちゃんと話を理解してくれているのか少し不安に感じたが、それでも構わずに淳平さんが続けた。それから僕たちの出会いについても訂正させてほしい。まず淳平さんの大学病院がアメリカの病院と共同研究をすることが決まったんです。そのために日本でもアメリカでも弁護士ができる私に顧問弁護士の依頼が来ました。そうそう、みんな覚えてる？父さんと兄さんがかつて勤めていたあの大学病院の顧問弁護士だよ。淳平さんの両親と兄の3人は絶句していた。もともとは淳平さんが勤めている大学病院の委員長と私の夫が幼なじみで、夫が顧問弁護士をしていたご縁もあるのですが、それもあるかもしれないけれど、愛さんの実力も大きいと思っているよ。私の謙遜を淳平さんが満面の意味で否定する。ただ、義両親は委員長とつながりがあるという点にさらに衝撃を受けていた。私は顧問弁護士としての打ち合わせのために病院へ通っていて、淳平さんはそこで研修医をしていました。それで出会ったんです。話し終えると、淳平さんが睨むように両親と兄を見た。どう？これでも彼女たちのこと悪く言えるの？何と申したらいいか。淳平さんの言及に両親と兄は動揺したように顔を見合わせ、それから深々と頭を下げた。大変無礼な態度をとってしまい、大変申し訳ありませんでした。すみません。何も知らなかったんだ。申し訳ない。そうだな。うちの愚足の説明不足でこんなことになって申し訳ない。どうもあいつは昔から言葉足らずで。そうして手のひらを返すように謝罪する。だがその言葉には責任逃れがあった。言い訳はやめてくれ。話を聞いてくれなかったのはそっちじゃないか。淳平さんは謝罪を受け入れず怒っていた。きっと淳平さんの言っていることが事実なのだろう。私も自分勝手な尺度で人を測る人間性が許せなかった。娘夫婦が身内になるとはいえ、侮辱されたのも許せない。とても大切な二人なのだ。私は偏見にまみれていて、思い込みで人を見下すあなた方を許せません。私も同感です。私たちは三人とも謝罪を突っぱねた。そしてそのまま淳平さんの実家を立ち去った。帰りの車の中で淳平さんは悪くないのにたくさん謝ってくれた。ごめんな。本当にごめん。もういいよ。淳平さんもひどいこと言われていたし。それでも、愛とお母さんにいろいろと言われたのが許せなくて。そうかもしれないけど、それよりも今日みたいに一人で抱え込まないでほしい。え？淳平さんの実家の問題は淳平さんだけの問題じゃないからさ。そうよ。家族の問題なんだから。そうだね。ありがとうございます。淳平さんは帰り道ではつきものが落ちたように穏やかだった。この一件で私はますます彼が気に入ったし、きっと娘夫婦の絆はさらに深まったことだろう。私は後ろの座席から運転席に座る淳平さんと助手席に座る愛を見て幸せな気持ちになった。こうやって一歩一歩お互いを分かり合って夫婦になっていくのが自分の若い頃と重なったからだ。後日、驚くべきことに義両親の病院は大学病院の提携病院から外されることになったという驚くべきニュースを娘から聞いた。どうしてそんなことになったの？
どうも淳平さんから義両親の態度が大学病院の委員長へ入っちゃって、委員長を怒らせちゃったみたい。そう、お父さんに助けられちゃったわね。私は夫の写真を見ながら心の中でありがとうと言った。それで岐阜の病院がかなりピンチみたいなのよ。そうなの？結構大きな病院でしょ？大学病院の後ろ盾がなくなったというのもあるんだけど、もともと態度が悪いって評判が悪かったみたいで。それで大丈夫なの？大丈夫じゃないみたい。患者が激減して経営が苦しくて、お母さんがパート、淳平さんのお兄さんも診療のアルバイトとして働き出したんだって。そう、淳平さんは大丈夫そう？いくらあんなことがあったといえど親子だ。もしかしたら悲しんでいるかもしれない。それが全然平気そうなの。淳平さんは実家とは縁を切ったって言ってて、もう帰らないって。そうなのね。彼がそう決めたならきっと大丈夫ね。私は愛の分のお茶を入れて二人でリビングで過ごした。実は私たちは今また一緒に暮らしている。愛と淳平さんが建てた家で、私と私の母も含めた4人で暮らしているのだ。この家でまた一緒に暮らせるようになって嬉しいわ。どうしたの？急に。いやー、思いがけないことが起こるものだなと思って。そうだね。淳平さんは一人前の医者になるために仕事に励んでいて、今日も帰りは遅くなりそうだ。家では年齢もあり、よく体調を崩す母を熱心に見てくれるのもありがたい。愛も今日は早く帰ってきたけれど、働き盛りで帰りが遅いことが多い。着実に愛がうちの事務所の中心的存在になりつつある。私はこれからも夫が残してくれた事務所を愛と共に守り続けたい。